父が鏡ヶ原の病院にかかった時に、帰りに周りを散歩をしたらしいんですね。その時にとある一角がものすごく道が入り組んでいて、細い道が碁盤の目のようになっている、不思議な地域だったので応募させていただきました。そうそう、ここねめちゃくちゃ道の密度が濃くて、この周りと比べてもここまでこの道がたくさんあるって地域が全然なくてですね、そうですよね。この地域の真ん中に公園と神社があって、でこの神社が何かあるんじゃないかとは。なるほど。昔の地形図は調べていて、これ一番古い1888年の地図なんですけれども、本当の昔は何もない。元々の場所に神社はないんですけれども、この場所から少し東に行ったところに神社があって、なるほど、ちょっと違うよね。ただこの神社は現代ないんですよ。なのでここもちょっと気になってますね。なるほど。まあひょっとしたらこの神社がこっちに移ったんじゃないかとか。そうですね。はい。1968年に道も出始めて、でここで神社のマークもつくんですよ。確かに。ここで初めてこの夕日が丘に神社の表示が現れると。60年前だったらまだ証言してくれる人がいるかもしれないので、ちょっとそこに期待して、そうですね。行きましょう。はい、お願いします。ここから確かにここがすごくまっすぐ直線的な道路ですね。ここからが問題の我々が見たい区間ですね。車両の通り抜けできません。通り抜けれそうなんですけどね。そうですね。でこれ左右に確かに道があって、こっちは端っこはすぐそこで行き止まりになってるんですけど、反対側を見ると先まで何十メートル、100メートル200メートルですけど、その間にも何本も交差する道があって、すごい間隔で確かに道がたくさんありますね。すぐありますね。もうすぐそこ道ですもんね、これ。一軒分。1軒2軒でもう道が1本ずつあると。すごい速さですね。こことか一軒分ですよね。そうですよね。でここでもうすぐ家があって、道があって、反対側も同じですね。そこです。あれが公園ですかね。公園ですね。突き当たりが公園になっていると。あそこの公園の中にあるのが神社ですかね。道路キワキワまで結構家が出てるというか。ここも同じですよね。すぐ左右に道があって、1軒2軒でもうすぐ次の道があると。すごいですね。でここまた道ですもんね。車の通れるんですけど、すれ違いできないですよね。でもこれだけたくさん道があるという、細い道がたくさんあるというイメージですね。確かに他の町ではまず見ないような作りですね。今ずっと南北の通りを来ましたけど、この東西の通りを行ってみましょう。ここに家構えたら迷いそうですよね。何本目の角かって覚えておかないと。道の形一緒ですもんね、全部。もちろん新しいお家もありますけど、結構古いお家が多めですよね。そうですね。っていうことはおそらくですけど、住宅は昔からあって、そこをリフォームされたり建て直したりしてるところが新しいのかなっていうふうに一応想像はしてるんですよ。まだこれ真ん中ぐらいですよね。そうですね。だいたい地区の中心ぐらいにこの公園があるので、夕日神社って書いてありますね。書いてありますね。それはでもこれ明らかに公園ができた時にできたっぽい感じですね。昔からずっとあったというよりかは公園とともにできた感じですかね。夕日神社、後期で書いてあるな。2600何年、2600何年って書いてありますね。そんなに昔じゃないんじゃないかなと。ギリギリ戦前ですね。
鎮座が昭和15年ですね。だから最初にできたのは昭和15年で、はい、ご神体だけ移してくれば一応移設されることになるので、はい、この中のご神体がひょっとしたらその尾崎君予想したように、はい、北東の方から移設されてきた、はい、変異されてきたっていう可能性はあるのかなと思います。おー、いい感じですね。煙突かな、これ多分風呂釜とかの煙突だと思うんですけど、はい、これは多分かなり初期の頃の住宅じゃないかなと思いますね。はい、平屋のまだお宅が多かったり、はい、あっても2階建てまでじゃないですか。やっぱりちょっと年代的に歴史を感じるんですよね。はい、ここで終わりっぽいですね。そこで終わりですね。はい、大きな道路があって段差があって、この道路でおしまいですね。はい、この先は違いますよね。そうですね。だからこの5番目状になってるのがここまでということですね。はい、そうで、ここから見ると確かにこの通りを挟んで左右でちょっと違いがあるんですよね。そうですね。やっぱり時代背景の違いをちょっと感じるんですよ。はい、右側が新しくて左側の方がちょっと年季が入っているという。はい、やっぱり平屋と2階建てがほとんどかなという印象ですね。もう一個先が多分この端っこぐらいですかね。はい、さっきは道路のが高かったけど、はい、ここは道路のが低くなってますね。そうですね。道は下がるけど住宅地はまっすぐなんですね。この5番目の道もこの真っ平らなフラットな土地も非常に人為的な匂いはしますね。で、この一番北のちょうど外れたところにこのお寺があるんですね。薬師寺別院、お寺ですね。この夕日が丘ってすごくこう道が緻密に縦横に規則正しく並んでるんですけども、これでも昔の川崎の社宅だったからずっと全部六軒長屋で社宅になってて、はい、でそれがそのままなので全然焼けてないから。川崎の社宅っていうのは川崎重工の。そうですそうです。そうですか。重工というか前は川崎航空機やってて。だからそこの飛行機を作るのに関西の方からたくさんいらして、でそこを住むためにこの社宅を作られて。そうですか。このすごく規則正しい5番目状になってると思うんですけども、それは建物の形も同じようなものが建てたと。そう全部本当にザーッと並べて。そうですね、昔の地図を見てたんですけど、長細い建物はその長屋の。そうなんです。これ一つで6軒あって、6軒長屋、6軒長屋。要はこの夕日が丘のこの区画の中に通り道があったみたいな感じなので、舗装もされてなかったと思う。舗装されてなかったんですね。昔は。私はもう全く一緒の才能目だから自分ちがわからない。酔っ払ったお父さんは違うところに。あともう一つ気になってるのが、この地名なんですけど、これはそこに飛行場があって、そこから飛び立っていく、要するに戦闘員が、だから有志が飛ぼうか、有志が飛び立とうかっていうことで有志なのかっていうふうに聞いて、私はそう聞いてますけど、やっぱりそうなんですね。そうなんです。
まさにその戦時中の飛行機のイメージだ。まんまぴったりの名前ですね。そうですね、ちなみに公園のところに神社があると思うんですけど、別のところに神社があったような地図で見るとですけど、今の神社がここにあるんです、で昔がここにあって、今でもあると思います。はい、なるほど。じゃあ、そこと今のその公園にある神社っていうのはあんまり関係はなさそうなそうですね。感じですかね。直接の関係はないと思います。はい、あれは元からあった神社です。手力尾神社、そうそう、だからあの辺のところから手力尾さんから分子、そうですね。ああ、そうですか。薬師寺の別院っていう形で、こちらに作る時に持ってきたんだもんね。で聞いてる。薬師寺、奈良の薬師寺から来てたとは。これが戦争前ですか。ああ、はい。この建物がこれですからね。はい、その前でいろいろ行事を社宅の人たちのここ集会場のような形でもあったわけです。集会場兼託児所兼、そしてお寺も。びっくりしたのがこのお寺の3号が川崎さんっていうのが、だから川崎航空機の川崎さんなんですね。なかなかお寺の3号にこの企業の名前が入るっていうのが、建てたのが川崎航空機ですから、これだから本当に戦前の公園を作る時の起工式かなんかですね、だから夕日の公園とお寺と両方町づくりでできてるっていうのは珍しいことは、そうですね。皆さんやっぱり川崎航空機にお勤めだった方。そうですね、父親の03のね、日の丸、あれを書いてたよね。書いてた。手書きです。すごいです。今はこれ書いてた。当時は筆でやってた。売店がね、渡坂屋が名古屋の。売店をここへ移しまして。はい。それも夕日が丘にあったわけですか。購買所ってね。購買所、はい。大きな売店、スーパー今で言えばができましたよね。昭和20年以後は皆ふるさとに帰っちゃったもんで、地元の人間しかいなくなっちゃった。そうですね。